皆さん、こんにちは。ロサンゼルスからお送りしております。ですね、今日は日本の政治家についてお話ししたいんですけれども、その前に、昨日私寝る前に、ニュースチェックしたら、また、単独親権で、お母さんの交際相手に虐待されて亡くなった女の子のニュースを見たんですね。で、あの、本当にすごい、なんかまた亡くなってしまって、また助けられなかったっていう。で、なんか、これって、私たち全員の責任だと思うんですよね。なんか、日本でこういうふうに子供が亡くなってて、日本人全員の、私たち全員、大人全員がしっかりしないから、こういうことが起きてるっていう、私たち全員の責任なんだなって、すごく思うんですよね。うん。天気が変になった。なんか皆さんの中には、すごく政治家を責めたりとか、あの、したい方いらっしゃると思うし、その気持ちすごくわかるんだけど、でも、もちろん政治家にかなりの責任があるんだけど、でも私たちにも責任があって、やっぱその人たちを選んでるのって皆さんだし、うん、私たち大人がしっかりと子供を守れるシステムを作ってあげることができないから、何人もの子供が死んでいくんだなっていう、すごく思ってて、すごいなんか無念っていうか、そういう気持ちで、なんか動画撮るのに、そう、やっぱりちょっとなんか元気っていうか、なんかエネルギーがないと動画撮るときって、やっぱりなんか結構気合い入れて、喋るぞみたいな感じでやるんですけど、なんか気分がちょっと乗らないっていうか、なんか、そのニュースで思っちゃってて、そうなんですよね。ちょっと戻ってきます。はい。それでですね、さっきの続きっていうか、私、ツイッターもやってまして、同じ名前でやってるので、探してもらえれば、でこういう、事件が起きたときは、日本語と英語で、ツイートしてますので、はい。広めるのに協力してもらえれば、まずは、特に海外の人とか、何が日本で起きてるかっていうのを知ってもらうところから始まると思うので、はい。拡散するのに協力してもらえたらなと思います。はい。ではですね、ちょっと気分もそんなに切り替わることできないんですけど、うまく。だけど、今日予定してることすごく大切なので、頑張ってお話ししたいと思います。はい。ではですね、今日は日本の政治家について詳しくお話ししていきたいんですけれども、私の今日の目標っていうのはもう見てくれる人全員が必ず理解できるぐらい噛み砕いて話したいなって思ってて、日本の未来の子たちがもしこの動画をひょんなことから見つけて見たとしても、もしかしたらそれが小学生相手だったとしても分かってもらえるようなことを意識して話したいと思うので、簡単すぎちゃうかもしれないんですけれども、そこの部分ご理解いただけたらと思います。はい。で、これ、今の日本の現状を、まず、ちょっと例え話で分かりやすく、小学生でも分かるように説明させてもらいたいんですけど、まず、すっごい大きなお家があって、綺麗なお家があって、で、その中にはいっぱい人がいて、でみんなパーティーしててすごく楽しそうなんですね。で、安全に快適にパーティーできるように、なんか、あの、嫌なこと、危険なことが起きないようにっていうので、ガードマンを何人も雇って家の周りに。で、その人たち、すっごい高いお給料なんだけど、でも安全に快適に過ごせるなら、守ってくれるならつって雇って、で、そんな感じなんですけど、そしたらなんか屋根に、ある日火がついて、で、すごい屋根が火になってるんだけど、中にいる人たちっていうのはまだ気づいてなくて、楽しそうにパーティーしてるんですね。でも外に立ってるガードマンっていうのは、外にいるからそれが見えるんだけど、中の人たちがパニックになってほしくないっていう理由で教えないんですね。だけど、その向かいにいるお家の人たちっていうのは見えるから、外にいるから、あ、屋根が火事になってる、教えてあげなきゃって言って、教えてあげるっていう、教えてあげようとしたり教えてあげるんですけど、そう、でもその外にいる人たちっていうのは、屋根がなんで火がついたかも見えてて、外にいるから。そしたら、
本当はその守るべき人たちだった、その高い給料をもらってるガードマンが、そこに屋根に火をつけてたっていう。で、これ説明させてもらうと、そのその家の中にいるのが日本国民の皆さん。日本に住んでらっしゃる皆さん。で、そのガードマン、日本、守るべき人たちが政治家の人たち。で、屋根に火事があって、で、その向かいにいて客観的に見えて屋根が火事だって思って教えてあげなきゃって思ってるのが、日本の外にいる人たち、外国に住んでる人たち。そういう状況なんですよね。外から見ると。で、なんで、じゃあそういう状況なのかっていうのを具体的な根拠を説明して、で、その後に私からの提案っていう説明をさせてもらいたいと思います。まず分かりやすいのは、私がいるアメリカと比較して話させてもらおうと思います。で、まずですね、アメリカと日本の人口を見ていきたいんですけれども、アメリカは今日の時点で、3億3423万3854人いるので、3.3億人ですね。で、日本は、1億2329万4513なので、1.2億人。はい。なので、ざっくり3億人と1億人の国なんですね。はい。なので、アメリカが日本の3倍の人口がいるんですね。で、じゃあ、政治家の数を見てみましょう。そう。アメリカの政治家の数は3億人の人口に対して535人なんですね。で、日本は1億人しかいないんだけど、3分の1しかいないんだけど、713人。3億人いるアメリカより多いんですね。で、皆さんもわかると思うんですけど、私、アメリカで働いて、アメリカ人とも働いたことあるし、日本で日本人と働いたこともあるんですけど、日本人って本当勤勉なんですよね。で、例えば、いついつまでに返事くださいって言ったら、もう必ずそれよりも早いくれるし、E メールのレスポンスも早いし、私たちの金曜日って日本人の土曜日なんですけど、それでも、すぐに返事が来るんですね。はい。だけど、アメリカで金曜日、もう午後ぐらいから誰も返事くれないの。多分午後とかになると、ニューヨークだったら3時間ロスより進んでるし、もう帰っちゃうんだと思うんですよね。で、どう考えても、もう文化的なもので、日本人の方が勤勉でしっかり働くんですよ。はい、アメリカ人より。そういう文化なんで、こっちは。そんな勤勉ですごくもうサービス残業とかそういう言葉があるような国の日本人、ね、すごい勤勉に働く人たちが、1億人を支えるのに700人もいらなくて、だってアメリカのそんなに働かないっていうか、日本よりはそんなに働く文化じゃないアメリカの3億人を支えるのに535人でできてるんで、もう1億人だったら、はっきり言って、もう150人とかで支えれるはずなんですね。なんだけど、アメリカより多い713人もいるんですね。はい。ね、皆さんも2人とか3人で会議するとパッパッパって物事が決まるけど、それが30人の全体会議とかだったら、やっぱりなかなか物事って決まんないし、その中に反対する人とかもいたり、変な人とかも混じってきて、700人もいたら、もう変な人がいっぱい混じってる可能性がありますよね。ってか、そうなんじゃないかなと思って。で、この人たちのお給料を見ていきましょうってなると、アメリカのこの535人は、の政治家は、1人当たりですね、17万4000ドル。年収17万4000ドルなんですね。で、これに対して日本の政治家、実質多分ね、1億弱なんだと思うんですね。めっちゃ高いんですよ。で、日本国民から反感買うから、いきなり基本給でそれをやってないのね。分かりづらくしてるの。そう。で、この、すべて私が使ったリソースは概要欄に貼るんですけど、東洋経済の、記事、2022年の1月なんで、去年の記事なんですけど、国会の政治家の給料ランキングっていうので、日本これでは3位なんだけど、でも実質1位って書いてあるの。なんでかっていうと、それはいろんなものが、あるんですよ、手当で。それを入れてないからっていうことなのね。で、これの1位がシンガポールで、シンガポールがここの記事では9772万円なの。だから約1億円。でもそれよりも上回る、実質1位です、実質1位ですって書いてあるので、約1億円なんじゃないかなと私は思うんですね。で、なんでかっていうと、給料の別にね、いろいろ例えば、文書通信交通滞在費っていうのがあったんですよ。1ヶ月に100万円で、1年間で1200万。でさ、日本のね、平均の年収が443万、400万円なのに、それの3倍、3倍以上、3倍のお金をですね、文書通信交通滞在費っていうのでもらえてたんですよ。で、これがやっぱりでもいつか国民が気づいて文句言ったの。みんなが。そしたらやっぱり世論を無視できないからみたいな感じで、国会にかけたの。どうしますかみたいな。だけど結局、何したかっていうと、名前変えて、まだあるんです。で、その新しい名前が、調査研究広報滞在費。
そう、だからみんながでね、この文書通信交通滞在費っていうのは何かっていうと、なんか、しかもこうやってちょっと複雑にすんの。で、一発でみんなが理解できないような名前にして、手当としてもらえるんだけど、実際は、結局お給料っていうことなんですよ。で、なぜかっていうと、領収書も出さなくていいし、領収書出さないでいいってことは全額使ってないんですね。だけど全額使ってなくても、使った分だけもらうんじゃなくて、全額使おうが使う前が100万円もとにかくくれるのね。で、これは何かというと、なんか公的文書を送る郵便代らしいんですよ。そう。だけど、こんな使うわけないじゃん、1ヶ月100万円も。それでみんなが気づいて文句言ったら、一応みんなの手前国会にかけたのね。だけど何したかっていうと、これを撤廃するんじゃなくて名前を変えたの。で、その新しい名前が、調査研究広報滞在費。だから要するに調査の研究に使うって感じなんじゃないですか。でも名前変えただけで結局同じで、一切、領収書出さないでいい。で、使わなかったとしてももらえる。あまりももらえる。で、確かこれ税金もかかんないんだと思います。なので、とにかく、給料プラスで1200万円これでもらえるでしょ。で、それ以外に、新幹線のグリーン車を含めた、グリーン車とか JR すべて無料。で、航空券も往復で、月4回。だから1週間に1回乗れてとか。で、あとは、ハイヤーがもらえて、で、秘書3人雇う分の給料も年間2000万から3000万もらえて、議員宿舎の賃料は無料、議員会館無料、もしくは宿舎は格安でっていう、もう、そう。もうなんか本当にで、セキュリティが万全なんとか出ても、いろんなことが足されて、結局これをちゃんと、足して総合で考えると、世界で1位、なんですね。で、それね、じゃ世界で1位、1億円弱、8000万とか9000万だったとしても、アメリカの議員の4倍以上もらってるんですよね。で、アメリカの大統領って、40万ドル。給料が40万ドルなんですね。だから、アメリカの大統領でも2倍もらってるし、国会議員と比較したら4倍。そんだけの仕事してると思いますか？で、しかも、いらないの、こんなに。713人もいるの。多すぎ。次、その人口に対して、じゃあ皆さんの平均の年収を見てみましょう。で、アメリカの平均年収は59,428ドル。これ、フォーブスから取ってきました。はい。この情報。で、後で全部概要欄に貼っときますんで、使ってるリソースは。で、日本は443万円だそうです。はい。でね、この、給料と物価は、比例するんで、で、比例する、それの、例えば、リンゴが100円だとする。で、そしたら、そのリンゴ、100円のリンゴを買える給料をみんなもらってるんですね。リンゴが買えないなんておかしいから。そう。だから100円、もしリンゴが100円だったら、それ、100円のリンゴが買える給料だし、もしリンゴが200円だったら、その200円の、リンゴが買えるお給料をもらうっていう、その物価比例してるんですね。で、だからアメリカの給料が、ね、平均年収が6万ドルってことは、それだけ物価も高い。で、確かに、ロサンゼルス、私の州は、アメリカの中でも、高い州ではあるんですけど、高いです。で、皆さんに分かりやすく例を出したいんですけれども、物価の違いの、例えばダイソー、アメリカにダイソーあるんですけど、ダイソーは、1ドル75です。なので、今、為替が多分150円ぐらいしてるかもしれないんで、結構高くなると思うんですけど、はい。でも1ドル75で、例えばくら寿司、うちの近所にくら寿司あってすごい美味しくて、いつも1時間待ちぐらいなんですね。すっごく人気があって。はい。で、くら寿司のお皿、一番安いお皿が、全部3ドル65。3ドル65。なので、それよりも、高いものを頼むと、お皿の色によって違うと思うんだけど、一番安いやつが3ドル65で、あとはもっと高いです。はい。で、ユニクロも高くて、日本だったらなんか、機能性があって安いみたいなブランドだったと思うんですけど、こっちだと全然普通に高くて、で、このユニクロとダイソーは私がシリコンバレーって、IT のメッカ、Google とか Facebook とか Apple とかがあるような、シリコンバレーに住んでた時にモールがあって、そこのモールがもう、ハイブランドいっぱい入ってるモールだったのね。シャネルとかビトンとか。そういうブランドが入ってるようなモールに、隣にあったに店舗があって、それダイソーとユニクロ入ってたんで、えっと、そう、ありえないですよね。日本だったら、そんなとこ絶対入らないじゃないですか。で、だから、結構、このユニクロとか牛角はだいたい2倍する、1人前。日本より。そう。で、こっちに来るときに、物価も高いからっていうのもあるんだと思うんだけど、なんかリブランディングして進出することがよくあって、日本で安くてもアメリカでは高級ブランドで売ってこうみたいな感じで変えてることがありますね。はい。
で、あとは、一蘭。一蘭はニューヨークにしかなくて、カリフォルニアはないんですけど、一蘭のクラシック豚骨、豚骨ラーメンが、一杯ニューヨークで$22。そう。で、替え玉じゃない、替え玉は$4かな。で、卵が$3だった。さっきメニュー見たら。なので、やっぱ高いですよね。はい。なので、そんな感じで、物価も高いから、アメリカの、年収も$60,000、平均年収。で、日本は、443万。そう。だからこれ100円換算しても160万ぐらい違うけど、今の実際本当に厳密な、為替で計算したらすっごい頭でできないから200万ぐらい年収の差があるんじゃないかなと。かなりの差ですよね。そう、だからこの物価が違うわけじゃないですか。日本の方が圧倒的に物価が安い。で、私が日本に行っても、私の給料大したことないけど、日本に行ってもなんかお金持ちになった気分でいろんなものが安いわって感じなんですね。ロスからすると。で、そんな物価が安いんだから、なおさら国会議員の給料って世界一である必要ないし、アメリカの物価、こんな高い物価でも、17万4000ドルで国会議員がいるのに、日本の国会議員の給料は本当に異常で、しかも数も多いから、これだけのね、アメリカだったら3億人の国民が、3億人の人間が535人の給料を出せばいいの。しかもその給料も17万4000ドルだから。だけど、1億人しかいない、その3分の1の人間が、アメリカよりも多い政治家の数、そして世界一の給料を上げなきゃいけないっていう、この仕組み、これ普通に考えて、もう増税するしかないんですよ。だって1億人しかいないんだけど、自分たちの給料世界一を保ちたいわけだから。物価はそんな安くてみんなの給料安いのに。そう。だから、それを保つんだったらみんなから絞り取り続けるしかないの。しかも実験費だから、これはランニングコストだから、例えば高い建物を1個作って、それを、賄うとかじゃなくて、もうずーっと、毎年毎年713人の人に約1億円近くの、ね、ベネフィット付きでっていうのを保つんだったら、みんな1億人しかいないんだから、それの人たちから出してもらうんだったら、自分たちの高い給料をね、もういろんな形で増税していくしかないんですよ。だからもう増税時刻っていうか、アメリカに住んでて私そんなに増税されてないのね。増税ってそんなに頻繁に起きない感覚なの。だけど、日本のニュース見ると、もうなんか、ちょっとニュースチェックしない間に、そんな法律あったんだみたいな。増税嵐なんですよね。だけど、それはみんなから絞り取り続けない限り、自分たちの給料を保てないの。そういうシステムになっちゃってるんです。最悪ですよね。本当に最悪だと思う。本当に最悪だと思う。で、だから自分たちの給料をね、国民の平均年収に減らすなりなんなりっていうやり方はいっぱいあるんだけど、やらないからね、彼らは。そう。で、ここに、概要欄にも貼っとくんだけど、世界一の水準を誇る日本の議員報酬ね、あの、これこそが無駄遣いで、ここの下にね、本があるの。で、この本は、日本が自滅する日っていう、この石井幸喜さんっていうのかな、衆議院議員の人が書いたのかな。完成経済体制が国民のお金を食い尽くす。これ読んでないんだけど、私は。だけど、もうタイトルからして、なんかいい本なんじゃないかなって思っちゃうんだけど、そういうシステムの中に皆さんいるんで、もうこれから増税はずっと続きます。だって自分たちの給料を賄えないから、増税しない限り。うん。ねえ、1億人の人にからもうどれだけ取れるかって感じなの。自分たちの給料を保つにはね。この人数と給料を保つには。そうで、この東洋経済のやつにもなんか、給料を下げたら、変な、なんか質の悪い人が入ってくるんじゃないかみたいな国会議員になって、それじゃなくても国会議員不足なのにとかいうこと書いてあったのね。だけど、給料を、私は国民平均年収にするべきなんじゃないかなと思ってて、なんでかっていうと、国民に寄り添った政治をしたいとか言って、表向きは言ってるけど、本当に寄り添いたいんだったら、やっぱみんなの平均年収を自分たちがもらえば、みんなの気持ちがわかるし、そんななんか、皆さんの20倍ぐらいもらってる給料の人たちが、だからなんか、みんな国民と合わない、政策ばっかり金銭的に出ちゃうのは、給料がそれだけ違ったら、その1億円ぐらいもらってる人が400万の人の気持ちなんて分かるわけない。分からないのが当然だから。そう、だから本当に寄り添いたいんだったら国民の平均年収にするべきなんじゃないかなって思うし、
そう、それが一番いいし、で、なんか、その下げたら質の悪い人が来るとか、なる人がいなくなっちゃうとか言うけど、今でも十分質悪いし、で、しかも、いなくなっていいと思うの。だって713人もいらないんだから、そもそも。アメリカ語500人で回ってるんだから、全然いらないんだったら、その分の席はもうなしで、みたいな感じでいいんじゃないかなと思います。はい。これだけのお給料をもらって、皆さんは憲法で言われてることも守られてないっていう、お子さんに会えなかったり、子供が父親に会えないっていう状況が続いてて、で、それは全てこの国会議員たちが作ったルールがおかしいから、で、こういうなんかルール作りの人の中におかしな人入れちゃうと、もう本当国って滅びる。で、いろんな日本の問題点を私、海外から見ておかしいなって思うことを一個ずつ指摘していきたいんですけど、このビデオはそういう動画ではないので、概要を説明させてもらったんですけど、そんなおかしなシステムの中では、日本はもう滅びてしまうので、みんながもう辛いだけだと思うので、じゃあ変えるにはどうすればいいかっていう、これから私の提案を3つしたいんですけれども、どうやったら変えれるか私もわからないけど、でも、一般市民として提案。で、あとは皆さんもこういうのがいいよとか、なんかあったらコメントで書いてもらいたいんですけど、はい。では、一つ目なんですけれども、日本の選挙権は18歳以上の人、みんな持ってるので、もう18歳以上の人、できるだけ多くの人に、このことを説明してほしいんですけど、なんか選挙に行ってっていうのはもうすごく言われてると思うし、そんなんじゃ心に響かないと思うから、ね、知ってたって日本の国会議員の人って、世界で一番のお給料で、年収1億円ももらってて、もうこれって毎年確実にサマージャンボ宝くじが当たる、そんないい条件なんだよっていう。そんなもらってるんだよって、アメリカの大統領の2倍以上もらってて、国会議員の4倍もうすごいんだよっていう、人口も少ないのに、3分の1なのに、国会議員の数が多くてとか、その具体例をできるだけくっつけて、そのインパクトのある具体例をくっつけて言ったら、普通に行ってって言うんだったら行かなかったとしても、それ聞いたらやっぱりムカつくし、マジでみたいな。そんなもらってんのじゃあ行かなきゃみたいな感じで、なると思うんですよね。で、例えば私も周りの日本人の人にこれ知って、伝えたりとか、やっぱり、全然反応が違って、そんなにもらってんのみたいな感じで、やっぱりもう変えなきゃっていう気分に、もっとなるので、できるだけ、具体例くっつけて、できるだけ多くの人に、伝えてください。で、じゃあ選挙行くんだけど、誰に入れたらいいかわかんないっていう人も、お友達もいると思うんですね。その時は助けてあげてほしいんですけど、それが2番につながるんですけど、2番目は、すごいめんどくさいと思うんですけど、誰に、これ入れる人間違えたら、悪い人を送り込んだら、また、これがずっと続くんで、やっぱりしっかり直すっていう意思のある人、まともな人を国会に送り込まなきゃいけないから、自分が選挙するそのエリアの人っていうのは、全部調べてください。誰に入れるべきなのか。めんどくさいと思うし、時間もかかると思うけど、でも何かを変える、何かを変えたい時っていうのは、やらなきゃいけないから。簡単じゃないし、こっちも努力しないと変わらないから、で、ここまで悪くなっちゃったから、もうやるしかないんで、調べてまともな人を見つけ出して、私はわからないです。誰に入れたらいいか。日本の政治家の人全員のマニフェストとか知らないんで、私。だけど少なくても、ここまで悪くなる状況を、牛耳ってた党っていうのは自民党ですので、自民党でここまで悪くなったってことを念頭に置いて、自民党がおかしくしたと思いますので、それはパッと考えてわかることなんで。なので、しっかりと見て、いい人を入れてください。で、例えば共同親権に同意してるとか。でも最初選挙の時っていうのはみんな綺麗事言うと思うんですね。だから実際、そうやって言ってなってもやってない人っていっぱいいるんで、そこまでチェックしなきゃいけないと思うんで、結構大変だと思うんですけど、はい。であと3つ目は、もし、まともな人がいない場合、いっぱいあると思うんですよ。まともな人いないと思うんですよ。ここまでおかしくなってるから。まともな人がいない場合っていうのは、これ結構ハードル高いけど、出てください。あなたなり、周りの人でまともな人がいたら、出てください。もうね、それぐらいだと思うんですよ。なんか今いる人たちで機能してる人がいるのか正直わからないし、自分がいきなり出馬っていうのは、できないかもしれないし、わかんないけど、でも、それぐらいの勢いだと思うんですね。それぐらい、もう致命的っていうか、それぐらいの問題が起きてると思うんですよね。なので、まともな人がいない可能性はあって、大いに。その時は、もう変えるっていう覚悟で、自分が出るなり、その周りに出てくれそうな人がいたら、その人に入れるっていう。でね、自分一人が言ってももうここまで腐っちゃったから変わらないとか、
絶望的になってる皆さんの気持ちすっごくわかるんです、私。だけど、もし、みんなが行って、みんなが自民党じゃない党にしっかり調べて入れたら、その時どうなると思いますか？変わると思うんですよね。みんな絶望してるかもしれないけど、でもやらないよりはマシじゃないですか。ね。この状態を知ったまま放置するより、行動するしかないし、行動してください。で、みんなが、でね、多分そうやって、変えようって思う人が一人出たり、そしたら周りにいい影響を与えると思うし、私が変えたいなと思って動画始めて、もしこの動画見てね、行動してくれる人が一人でも出たらすごいことだし、その一人の人がまた周りに影響を与えたらっていうので、この、わからないじゃないですか。だけどみんながそうやって思って、みんながそう感じて、みんなが行動した時、変化起きると思うんですよね。てか起きますよね。だって全員が投票に行って、ね、例えば想像してみて、全員が投票に行って、全員が自民党じゃない、わかんない、どこの党かわかんないけど、やってくれる党に入れた時っていうのは、変化が必ず起きると思います。なので、そういう気持ちを込めて、今日はすごい朝から、なんかそういう、昨日の夜から悲しいニュース見たけど、でもやっぱりやらないといけないことっていうのは、みんなの責任なので、あの、選挙に行ってぜひお願いしたいと思います。はい。それでは、ありがとうございます。ここまで見てくれて。で、また次回の動画で。Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye bye.